皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日は長いポッドキャストを撮ってみたいと思います。いつもね、私の動画はだいたい10分から15分くらいで作っています。で、テーマをしっかり決めて、そのテーマに沿ってわかりやすく話すようにしています。なので、そんなに長くゆるく話すような感じじゃないんですよね。でも今日は本当にゆるく話したいことをゆっくり話すという動画です。ぜひ皆さんもコーヒーとかお茶とか用意して寝る準備もしてゆっくり聞いてもらえると嬉しいです。はい。ありがたいことに結構私の日本語の発音がいいみたいな感じで褒めてもらえることが多くて、はい。ちょっとね、驚いてはいますね。日本で生活していると、あんまり日本語の発音を褒められることってないじゃないですか。ね、みんな当たり前に日本語を話しているので、自分の発音について考えることって YouTube を始める前までなかったんですよね。でも YouTube を始めたらいろんな人に発音が聞き取りやすいです。はい。って言ってもらえることが増えて嬉しいです。なので今日もゆっくり発音を聞き取りやすいようにしていくので、ぜひ最後まで聞いてみてください。最後まで聞かなくても全然いいかな。はい、聞きたい時に聞きたい分だけ聞いて、特にすごく難しい話をする予定もないので、はい、リラックスして聞いてもらえると嬉しいです。私は別にそんなに話をするのが得意な方ではないんですよ。昔よくラジオを聞いていて、ラジオの DJ、日本語でパーソナリティって言ったりするんですけど、ラジオのパーソナリティの人ってすごく話が上手ですよね。でいつもね、何時間もラジオを聞いていても飽きない話し方で、本当に大好きだったんですよね。でもそういう飽きない話し方が自分にできるかどうか試したこともないので、今日はちょっとチャレンジですね。はい。で、さっきね、ラジオが好きっていう話をしたんですけど、特にラジオを聞いていたのは中学校とか高校ぐらいの時ですね。オールナイトニッポンっていうもうずっと長く続いているラジオ番組があるんですよ。オールナイトっていうので、わかると思うんですけど、夜の本当に遅い時間にやっていたんですよ。深夜の0時から3時とかまでやっている番組でした。当時私は実は家にテレビがなかったんですよね。親が、その方がいいだろうって決めて、わざわざ持っていたテレビを使わないようにしてしまって、はい、家にね、テレビがなかったんですよね。そう。今となっては、結構テレビない生活をしている人って日本にたくさんいると思います。YouTube もね、携帯で見れちゃうし、タブレットとかがあれば、別にテレビが絶対ないといけないっていうわけではないですよね。でも私が中学校とか高校の時は、テレビがない生活をしている人なんてほとんどいなかったんですよね。で、そのぐらいの年齢の子供にとって、友達と
音楽の話をしたり、テレビの話をすることって結構重要だったんですよ。なので、どうしたら私はみんなの話が理解できるだろうと思って、ラジオを聞き始めました。このオールナイトニッポンっていう番組もよく聞いたし、他の、なんか若い子が聞くようなラジオ番組とかもたくさん聞きましたね。そこで今流行っている音楽はこれかとか、今有名で人気な俳優さんはこの人なんだなとか、情報を仕入れるっていうのはね、手に入れていました。はい。皆さんはラジオってよく聞きますか？そのオールナイトニッポンはね、話のプロだけではなくて、だから普段から DJ を仕事にしている人だけではなくて、歌手の人とか、あとは俳優とか、お笑い芸人まで、その DJ パーソナリティをやっていたんですよね。で、もう驚きですよね。この人たち普段歌手で歌っている人たちなのに、こんなに喋るのも上手なんだと思ってびっくりしていました。はい。今もね、たまに日本で車に乗るときなんかはラジオを聞きますね。はい。そうそう。皆さんはどうですか？ラジオを聞きますか？普段。もう YouTube かな？アニメとかもよく見ていますか？私はね、実はアニメはあんまり見ないんですよね。はい。結構、外国の人と話すと、日本人だからアニメ見てるでしょみたいな感じでね、言われることもあるんですけど、あんまり見ないんですよね。というのも、私は漫画派なんですよ。家に昔からたくさんの漫画があって、家でやる、なんかレジャーといえば、ラジオか漫画っていう感じでした。はい。そうそう。ちょうど私が中学校くらいの時に、ワンピースがすごく流行って、学校でワンピースを、当時はね、確か35巻くらいまで出てたので、みんなで1巻ずつ貸し合いっこをしながら、なんか、はい、今日は2巻読むよとか、今日は3巻読むよ、読んだね。はい、じゃあ次の人に渡して、みたいな感じで読んでいました。だから結構クラスのみんなワンピースが大好きで、楽しかったですね。でも、その中学校、高校くらいでワンピースを追いかけるのをもうやめてしまったので、その後ずっとワンピース見てなかったんですよね。アニメも見たことなくて、今ワンピースって何巻まであるのかな？ 60 巻とかもっとあるんですかね？ちょっとそれもわからないんですけど、はい。最近、ネットフリックスで、ワンピースの実写版、リアルな人間が演じるバージョンが出ましたよね。最近じゃないな。もう2年とか前 ?1 年半とか2年とか前ですかね。出ましたよね。はい。私はそれを、見始めて、そうだ、ワンピースってこんなに面白かったんだなって思い出しました。皆さんはワンピースの実写版は見ましたか？ね、本当にこの、実写版を結構私は楽しんでいて、次ね、
すぐシーズン2が出るみたいなので、めちゃくちゃ楽しみにしているんですけど、見ていない人にはわからないかもしれないんですけど、ちょっとワンピースの話をすると、主人公がメキシコの人なんですよ。メキシコ人。で、ゾロが日本人なんですよ。はい。で、あとは、サンジはスペインの方で、で、エミリーじゃない、ナミか。ナミがエミリーっていうアメリカの方だと思います。はい。で、結構みんな主人公の、その、ルフィ一団がいろんな国籍の人がいて、で、みんなね、英語はネイティブ並みに喋れて、で、その、ルフィとサンジはスペイン語が喋れるんですよね。で、ゾロは日本語が喋れるので、いろいろな言葉で吹き替えをするときに、そのメインキャラクターたちが一つ以上の吹き替えを担当しているんですよ。すごくないですか？ね。だから私はあまりにもそのメインキャラクターたちのことが好きになりすぎて、英語版も見たし、スペイン語版も見たし、もちろん日本語版も見たし、みたいな感じで3回楽しみました。ね、本当に、楽しかった。私の英語レベルとスペイン語レベルだったら、ちょっとね、全部は見れないんですよね。字幕がないと理解できないんですけど、まあそれをね、日本語字幕にしたり、英語字幕にしたりしながら楽しみました。みんな、字幕で見ますか？それとも吹き替えで見ますか？そう、これ多分意見がみんないろいろ違うかなと思うんですけど、私はいつもね、字幕で見ます。はい。本当は、リアルな、俳優さんたちの声を聞きたいので、基本的には、吹き替えをして、声優さんが入れた声よりも、演じた俳優さんの声を聞きたい人なんですよ。でも、このワンピースに限って言えば、いろいろな楽しみ方をしました。はい。ね、皆さんはワンピースはアニメで見ている人が多いのかな？はい。私はアニメはね、どうかな？アニメで好きなのはジブリ。ジブリは全部多分見ていますね。ジブリは全部見て、あと、君の名はとか、すずめの戸締まりとか、そういうすごくもう日本人ならみんな見たんじゃないみたいなものだったら見ますね。はい、見ました。ね、さっき漫画が好きっていう話をしたんですけど、私はすごく漫画をたくさん持っていて、今ね、パラグアイに住んでいるんですけど、パラグアイの漫画屋さんとかにも行ったことがあります。パラグアイの漫画屋さんに行って、すごくびっくりしたことがあります。高いんですよ。値段が本当に高くて、びっくりしましたね。例えば、ポケモンの漫画を最近買ったんですよ。スペイン語版でちょっと楽しいかな、読むの楽しいかなと思って買いました。それがいくらぐらいしたかな？一冊多分2000円ちょっと、2000円ぐらい、15ドルとかですよね。しました。14ドルとかか。そうそう。でも、日本だったら漫画って500円くらいで買えるんですよね。
だから4倍の値段です。高い。そう。だからね、いっぱい買いたいとは思ったけど、やっぱり買えないなと思って、何冊かだけスペイン語版のポケモンを持っています。そのお店の人とちょっと喋ったんですけど、やっぱり結構人気みたいで、お店にも子供たちがたくさん来て買っていくそうです。ね、子供だけじゃなくて大人にも漫画は人気みたいですね。はい。で、漫画って最近 Kindle とかでも買えるのかな？ね、Kindle とかで買うともっと安く買えるのかな？どうなんだろう。Kindle といえば、最近私は Kindle の Unlimited っていうサブスクに入りました。知っていますか？ Kindle Unlimited に入ると、Unlimited の中に入っている本ならどれでも読むことができるっていうサービスですね。はい。私はね、もともと本をそんなに読むタイプではなかったんですよね。漫画はめっちゃ読むけど、活字って言うんですけど、字がいっぱいある本は、ほとんど大人になってからは読まないですね。中学校とか高校くらいまでは小説をたくさん読んでいました。それから大学に入ったくらいで、スマートフォンがね、すごく出てきて、みんなスマートフォンで YouTube を見たり、インターネットでネットサーフィンしたりするようになりました。それぐらいからもう本を読むよりももっと楽で楽しいコンテンツがいろいろ出てきてしまって、本から少し離れていました。それで、でも本読んだ方がいいよなというか、読みたいなって最近思い出して、はい、Kindle Unlimited に入りました。そしたらね、意外といい。意外と、なんかこう、気楽に本を読めるようになりましたね。自分の好みのテイストの本をおすすめしてくれるし、レビューが書いてあるじゃないですか。で、ネタバレしないように少しだけレビューを読んだら、だいたい自分の好きそうな感じか、あんまり好きじゃないかってわかるので、それで小説を最近読むようになりましたね。なんか、社会人になってから本を読むのは時間がもったいないみたいに思っていた時期もあるんですよね。すぐネットで調べたらわかることだったりするのを本で時間をかけて読むのはちょっともったいないなって思っていました。でも最近、情報を得るためではなくて、癒しのために本を読むのが、自分には合っているなって気づいたんですよね。だから、もう昔、社会人の時に読もうと頑張っていた難しい本ではなくて、本当になんか何も考えずに読めるような小説を最近はよく読んでいますね。皆さんはどういうジャンルの本を読みますか？恋愛系とか、SF 系とか、なんか事件、サスペンス系とか、いろいろありますけど、どれが好きですか？私は
恋愛系は全く読まなくて、サスペンス系とか、サスペンスホラーとか SF とかを結構読みますね。なんかこう、ハラハラする感じの本が好きです。ハラハラするっていうのは、読んでいて、ちょっとこう、どうなるんだろうって心配になる感じの話です。はい。やっぱり、恋愛系とか、なんか、平和な感じの本だと、なんか眠くなっちゃうんですよね。まあ、それでもいいと思うんですけど、そのまま寝てしまうのもいいと思うんですけど、せっかく、こう、時間をとって本を読んでいるので、集中して読みたいんですよ。そうなると、やっぱり、こう、話に引き込まれるような小説が私は好きですね。皆さんはどうですか？最近ね、私のフォロワーさんにおすすめした本で、コンビニ人間っていう本があります。コンビニ人間。これは、まあ少し前の本なんですけども、多分数年前の本なんですけど、小説で。結構読みやすいタイプの本です。あんまりサスペンスとか、ホラーとかそういうジャンルじゃなくて、あれは何のジャンルなのかな？コンビニ人間。まあ、ざっくり、大まかにストーリーを説明すると、コンビニで働いている30代の女性が主人公です。で、その30代の女性が、もうコンビニでしか働いたことがなくて、あの、結婚もしていなくて、で、正社員でもないんですよね。こう、正規で、なんて言ったらいいのかな。正規ちゃんと会社に保険とか、いろんなものを払ってもらって、なんて言ったらいいの？難しいな。はい。とにかくその女性はアルバイトで働いているんですよ。まあ、日本でね、アルバイトで働くのと正社員で働くのって何が違うかっていうと、その安定が違うんですよね。バイトだと、はい、じゃあもう来週から来ないでくださいって言われたら、もうそれでおしまい。なんかこう自分を守ってくれていない感じですね。正社員だともう少ししっかり会社に守られているっていう感じなんですよ。で、その主人公の女性は結婚していなくて30代でアルバイトでっていう感じの、状況なんですよ。日本でその状況で働いている人って結構、珍しいですね。フリーターって呼ばれて、割と周りの人から、もうあなたそろそろ結婚したらとか、ちゃんと働きなよとか言われたり、言わなくても、こう、なんで正社員じゃないのとか、いろいろめんどくさい質問をされてしまうような状況なんですよ。はい。で、その女性が、日本のその、なんか生きづらさと一緒にどうやってこう過ごしていくかみたいな話で、ですね。全然うまく説明できない。全然うまく説明できなくて申し訳ないんですけど、とにかくなんか、日本のこう生きづらさとか、日本で、生活すると、こういう、暗黙の社会のルールがあるよっていうのを知れる、知れる小説ですね。暗黙のっていうのは、
からサイレント。誰も大きな声では言わないけど、例えば30歳になったらもう結婚したらとか、社会人としてしっかり正社員で働かなきゃとか、いろんなルールが、見えないルールがあるよねっていう、ことを考えさせられる本ですね。はい。ね、みんな、日本語のね、多分 N2 とか N3 くらいから頑張れば読める本かなと思います。ぜひ、コンビニ人間、Kindle でも読めるので、ぜひぜひ読んでみてください。でもなんかそれをね、私のフォロワーさんにおすすめしたんだけど、なんかやっぱ外国語で本を読むって本当に難しいことですよね。そう、そのフォロワーさんは読めるって言ってたけど、私が日本語学習者だったら、まず言葉として理解するのが難しいし、さらにこの社会的なバックグラウンドを理解するって本当に難しいことだなと思うので、偉いです。日本語で本読んでる人本当に偉いですね。すごくいい勉強になると思います。はい。そういえば最近日本で流行っている本の読み方があるんですよ。読み方、買い方、読み方です。日本で結構人気になる本とか小説で、それをまず買って1日とかでバーって読むんですよ。それですぐにメルカリっていう中古のものとかを売るフリマアプリ、フリマアプリってなんて言うんだろう。なんかこう、セカンドハンドのものを売ったりとかできるサイトがあるんですけど、それにもうすぐ出す。だから1500円で買った本とかを1400円とかですぐ出す。そうすると、すぐ売れて、人気の本だからね、すぐ売れて、その人はもう100円ぐらい、100円とちょっとぐらいで、その本を読めるっていうやり方が結構増えていて、それも確かに便利な世の中だなって思うんですよね。思うんだけど、本を書いてる側からすると、そういうサービスがなかったらみんな読みたくて本屋で買ったり、Kindle で買ったりして売れるのに、なんかこうミニマムの売れ行きしか、売れ行きしか作れなくて、大変じゃないかなとは思いますね。なんか最近あんまり買わなくても、もうチャット GPT にこの本のストーリーを説明してくださいとか言えば全部まとめてくれるみたいですよね。なんか本当にコンテンツを作る職業の人は大変だろうなって思いますね。一生懸命作って本屋に並べたり、Amazon に出したりしても、なんかどんどん売れなくなっていってしまうんだろうなって思うと、ちゃんと買ってあげなきゃなって思いますね。そうそう。AI の話をする前にちょっと30分経ったんで、ちょっと水を飲みます。暑くて、ちょっと暑いんですよね。これね、みんなに、ちょっとカメラが逆なんで見づらいと思うんですけど、パラグアイって書いてますよね。これスターバックスのマグカップです。多分皆さんの住む街にスターバックスがあったら、スターバックスのマグカップって、売ってますよね。私ね、スターバックスのマグカップを集めるタイプではないんですけど、せっかくパラグアイに来たから、これだけは買おうと思って買いました。めっちゃ可愛い。
めっちゃ可愛いんですよ。そうそう。パラグアイにもう2年以上住んでいるんですけど、これに書かれているものが何なのかがあんまりわからないんですよね。多分ね、これがイグアスの滝だということはわかる。多分。イグアスの滝パラグアイにないんで、もしかしたら別の滝かもしれないけど、そうそう。はい、こんな感じで滝です。そう、イグアスの滝はパラグアイではなくて、ブラジルとアルゼンチンにありますね。でもパラグアイからも近いので、パラグアイからイグアスの滝に行く人は結構います。はい。ちょっと水を。どうかな？ここまで見てくれている人はどれくらいいるんでしょうか？とにかく今暑いです。エアコンをつけずにやっているんですけど、エアコンをつけたいくらい暑いですね。実は今、パラグアイは、冬冬なのかな？秋なのかな？多分、秋冬なんですよ。でも、朝寒いなって思っても、今お昼で結構ね、もう20何度とか25度ぐらいあって、暑くなってきますね。1年で一番寒くなる時期がもう少しなんですよ。でも一番寒い時期でも、どうかな、朝10度、8度くらいになって、昼間は20度ぐらいまで上がるっていうような気候です。だからね、なんか朝ダウンとかコートとか着て、外に出ても、もう次半袖になりたいみたいなことが、もうすぐ一日のうちで起こるので、結構大変なんですよね。日本とは全然違う気候ですね。はい。じゃあ次何の話しようとしてたんだっけ？そうだ。AI の話ですね。皆さん AI と、なんか AI を使って日本語の勉強はしていますか？AI、特にチャット GPT とか、いろんな、スピーキングアプリみたいなのがありますよね。スピークとか、いろいろありますよね。そういうのを使っていますか？どうですか？私は一時期、チャット GPT とスペイン語の練習をしていましたね。結構いいですよね。自分で一人で恥ずかしくないし、できるからいいなと思っています。でも、私がやっている時に、そのスペイン語が、どれくらい自然なのかとかが、判断がつかない場面があって、やっぱりなんか、人間の先生に聞きたくなることが、あって、今は最近は使っていないんですよね。とか、やっぱり、なんか私ね、話すのがすごく好きだから、AI がレスポンスしてくれても、なんかちょっと物足りないっていうか、なんかもっといいレスポンス欲しいみたいな感じになってしまって、人間のレスポンスが欲しいみたいになっちゃうんですよね。そう。で、使っていません。皆さんの、皆さんにもし、チャット GPT をおすすめするとしたら、なんかね、設定画面があって、タメ語で、みたいな設定ができるんですよね。カジュアルトーキングみたいな設定が、どうやってやったか覚えてないんですけど、できるんですよ。そしたら、最近、なんか、私のチャット GPT 君、チャット GPT さんがすごくカジュアルになって、結構面白いですね。なんか、何々に、例えばなんか、これ教えて、みたいな感じで言うと、
ああ、そうだね。みたいな、フィラーとかも入れて話してくれるようになって、それは面白いですね。全然ね、なんていうの？発音はいいけど、イントネーションがちょっとやっぱり外国人っぽいなって思うことがあります。それが惜しいなって思うところだけど、それもね、もうすぐ追いついてくるんだろうなっていう、思っていますね。思っています。はい。なんか、そのうち、もう AI があるから外国語勉強しなくていいや、みたいになる日も近いんだろうなって思うぐらいに、やっぱり AI って進化していますよね。皆さんはこの AI が進化しても人間は言語学習をするのかどうかって考えたことはありますか？私は結構考えますね。やっぱり、自分が英語とスペイン語をものすごく勉強したからこそ、なんか、次、もう一つ言語を勉強するか、もう AI に任せるか、どうしようって思ったりしています。日本人って、今の子たちは小学校から英語の勉強を始めるんですよね。で、小学校、中学校、高校でやる子は大学とかまで英語を勉強して、それでも英語を話せるようにはならない人が多いんですよね。それならもうそんなにたくさんの時間勉強するなら AI に任せようかなってなる人が多いですよね。自然に考えると。私はね、もうそれでもいいかなって思うんですよね。やりたい人だけが英語を勉強したり、言語を勉強したりでいいと思うんですよね。私が英語を勉強していて、スペイン語を勉強していて、よかったなって思うのは、自分のね、友達とか、大切な人とその言語で会話できたらとっても嬉しいなって思うし、文化の理解にもなるなって心から思うんですよ。だから、勉強していてよかったとは思うけど、もうこれからの世の中、何を選択するかって、本当に、今の私たちじゃ想像できない世界になっていくと思うんですよね。だから、必要な人は、もう、ね、例えばビジネスで、いやいや日本語を勉強している人とか、いや、勉強したくない、別に文化も興味ないよっていう人は、もう AI を使えばいいと思う。でも、例えば、日本に来て、日本で暮らしたい、心と心の通じ合うのを日本語でやってみたいっていう人は、日本語を勉強したらいいと思います。なんかね、誰かの言葉ですごく感動したのが、何だったかな忘れちゃった。忘れちゃった。メモしておけばよかった。けど、心、話している内容は翻訳でも理解できるけど、心はその言語じゃないと理解できないみたいな、そういうもっといい感じの言葉があって、確かにって思ったんですよね。やっぱ心と心から、心と心でコミュニケーションを取ろうと思ったら、お互いの言語を理解する方がいいと思うので、
言語を勉強する意味はあるかなと思いますね。ね、もう最近、AI のことをいろいろ見たり聞いたり考えたりしていて、どうなっていくんだろうって楽しみなような、怖いような感じがしますね。はい。ちょっともう一回水を飲もう。なんか、本当に喋るの難しい。みんなちょっと大丈夫かな？わかってるかな？ね、YouTube もだんだん、ね、AI が進化してきて、自動翻訳とかを使っている人はもうわかると思うんですけど、結構ね、いろんな言語に勝手に翻訳してくれますよね。私は今英語と、日本語しか入れてないんですけど、自動翻訳のところを押してもらうと、英語の、英語を使って多分、タイ語とか、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語みたいな感じで、翻訳してくれるんですよね。あとね、多言語吹き替え機能っていうのがあって、オートダビングっていうんですかね、英語では。っていうのがあって、それも使っている人多いですよね。私たちっていうか、私のチャンネルは日本語を勉強するためのチャンネルなんで、わざわざ私の声を英語で聞きたい人はいないと思うんですけど、例えば私がもっと全然違うジャンル、例えばなんだろうな。ライフスタイルを発信する系のインフルエンサーだったとして、私の言っている声を英語で私の声で聞くことができる機能がオートダビング機能です。私もね、YouTube でいろんなチャンネルとか見ていて、この人絶対英語話者なのに日本語で声が聞こえてくるみたいなことがよくあるんですよね。その人の声だから、この人が日本語喋ったらこうなるんだって思って、面白く聞いています。それもまだちょっと不自然な感じはしますよね。どうですか？英語とかだともっとナチュラルに聞こえるのかな？わからないですけど、日本語の声、オートダビングは、まだ少し違和感があります。でも別に、100% 正しくなくても、まあ、いいよねっていうシチュエーションが多いので、それで聞いたりもしますね。はい。さあ、今喋って44分ぐらい喋りました。意外と喋れるな。さあさあ、どうしよう。何話そうかな。思ったよりもサクサク進んで、もう考えてきたトピックを話しちゃったんですけど、何を話そうかな。最近の、私の困っていることを話しますね。最近、パラグアイで蚊が多いんですよね。蚊。家の中まで蚊が入ってくるんで、足がね、もう血だらけなんですよ。血だらけっていうのは、足を蚊が刺して、で、それがちょっと腫れるじゃないですか。ぷくって赤くなって、で、それを夜に自分で、かきむしっちゃう。かきむしるっていうのは、ガリ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 。ガリガリ、ガリガリも難しいですよね。かくって言うんですよ。かくっていうのがこれぐらい。で、かきむしるがもっとしっかりやるっていう感じなんですけど、夜中にかきむしってしまって、朝起きたら、
足が血だらけみたいなことがよくあります。本当にこの蚊問題はパラグアイに来て一二を争うぐらい嫌なことなんですよね。日本にいると、そもそもそんなに一年中蚊がいないし、ドアとか窓とかしっかり閉まっているので、家の中まで虫が入ってくることってないんですよね。でも、今私の住んでいる家はいろんなところに隙間があるみたいで、ドアを閉めていてもどんどん入ってくるんですよね。これ多分私の家だけじゃなくて、友達の家とか行った時も結構隙間があって、みんな困っていることだと思います。本当に、なんて言うんですか。蚊が持ってくる病気とかもあって、デング熱とか、チクングニアって言うんですけど、そういう病気もすごく怖くて、もう毎日、虫除けスプレーを体中に塗りたくって、毎朝塗ってから外に出る。で寝る前も一応虫除けスプレーをしたり、殺虫剤、虫を殺す、スプレー虫をいなくするスプレーをしてから寝るとかね、そういう工夫をしています。皆さんの国では虫はいますか？虫苦手な人はパラグアイはね、住めないと思いますね。私はね、虫全然大丈夫なんだけど、蚊だけは本当に許せない。ハエとかゴキブリよりも蚊が許せないですね。他にパラグアイの生活で困っていることはないかな。特に困っていることないな。暑いくらいですね。はい。じゃあ、じゃあこんな感じで終わろうかな。なんかライブとかだったらね、コメントをしてもらえたりとかするんだと思うんですけど、私ライブやったことなくて、やり方もわからないし、やり始めて誰も来てくれなかったら寂しいなと思ってやったことないんですけど、いつかなんか2万人とか3万人とかになったらライブもやってみようかな。そうだ。困っていることで言えば、すぐ停電になることですね。なんか停電になってインターネットが不安定になることが結構困っていますね。YouTube 自体は時間があるとき、停電してないときとかにアップロードできるので困ってはいないんですけど、例えばそういうライブとかやろうと思ってもいきなり停電になったり、インターネットが切れたりするので、なかなか難しいと思うし、なんか以前、ズームをしたときは、ズームは意外とつながりがいいんだけど、他のなんかズーム以外の会話アプリとかだと、なんか途切れたりね、するんですよね。そうそう。それがちょっと困っていることですね。はい。じゃあ今日はこんな感じで暑いし終わろうかなと思います。1時間喋れなかったな。ちょっと悔しいですけど、多分もっといろいろトピックを考えておけば、意外に一人で喋り続けられるなっていうことが分かったので、もし皆さんがこの動画をいいねって言ってくれたら、もう一度撮りたいと思います。はい。
では長い動画になりましたが、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、気楽に聞いていただけましたでしょうか？じゃあこの動画がいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価とインスタグラムのフォローもお願いします。最近ね、インスタグラムちょっと頑張っていて、毎日リスニングチャレンジを発信しているので、ぜひフォローして皆さんもチャレンジに参加してもらえると嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。